こんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレス18号プログラム、なぜマックス重量が伸びるのか、プログラムのコンセプトと理論を徹底解説しますというお話をしていきたいと思います。18号プログラムを動画にしてから大変ありがたいことに多くの人に取り入れていただき、マックス重量を更新していただいています。多くの方にマックス重量を伸ばしていただいているのには一定の理由があると思っていて、それがこのプログラムのコンセプトと理論の部分です。世の中には多くのプログラムがありますが、定評のあるプログラムにはコンセプトというものがあり、そのコンセプトの理解というのがマックス重量を伸ばしていく上で最も重要だと僕は考えています。18号プログラムを実施していただいた方の実績とか補足 Q&A 動画を何本か出しているんですけれども、まだまだ僕の説明不足でコンセプトが伝わっていないなと感じるところがあり、今回の動画を作成しました。この動画では18号プログラムのコンセプトに関して徹底的にお話しし、18号プログラムを実施するとなぜ重量が伸びるのかということについて考えていきたいと思います。この動画では18号プログラムのコンセプトとして全身性化負荷の原則、どのように負荷を増やしていくのか、ピリオダイゼーション、フォーム練習込みのプログラム設計、自由度の高さ、心理的な要因、結局これが大事という感じでお話をしていきます。そもそもの18号プログラムの具体的な組み方に関してはこの動画では言及しませんので、こちらの動画をご覧ください。また再生リストに18号プログラムの実績とかケーススタディ、Q&A、応用編などの動画もまとめていますので、チャンネルの方にも遊びに来てください。役に立ちそうだなと思ったらチャンネル登録をお願いします。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料や有料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談もやっています。概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。3ヶ月以上継続していただいた方のマックス更新率は昨年実績で 90% 以上となっています。ブログには18号プログラムのスタート重量の計算ツールなどいろいろな計算ツールも置いていますので、ベンチプレス研究所と検索して遊びに来てください。それでは本題に入りましょう。今回初めて18号プログラムに関する動画をご覧いただく方のために少しだけ18号プログラムの概要をご説明します。18号プログラムではトップシングルプラスメインセット、場合によっては足上げを組み合わせて行います。トップシングルはマックス重量のマイナス10キロからスタートして、成功したら次回の練習ではプラス 2.5 キロしていきます。例えばマックス重量が100キロの場合、トップシングルのスタート重量は90キロからスタートします。90キロが成功したら次回はプラス 2.5 キロの 92.5 キロになります。複数回練習を行ってプラス 2.5 ずつ重量を足していって、例えば 97.5 キロで失敗したら失敗した重量から10キロ引いて今度は 87.5 キロから再スタートします。トップシングルは基本的にこの繰り返しです。メニュー作成や有料コースでは状況に応じて2レップとか1レップ2セットなどを取り入れていますが、ここでは割愛します。メインセットは10レップからのスタートです。スタート重量は10レップ5セットがギリギリできる重量から10キロ引いた重量でスタートしてください。スタート重量がわからない場合はブログに実装してある18号プログラムのスタート重量計算機を使ってください。10レップ5セットからスタートして成功したら次回の練習ではプラス 2.5 キロします。これを繰り返していって10レップ5セットが完遂できなくなったら次回は10レップ5セットを失敗した重量で8レップに変更します。8レップ5セットで成功したらその次の練習の時はプラス 2.5 キロ重量を足します。8レップ5セットが失敗したら失敗した重量から5レップセットをスタートします。5レップ5セットが失敗したら10レップ5セットのスタート重量にプラス 2.5 キロ足して再スタートするか、現在のマックス重量でスタート重量を再計算して2サイクル目をスタートします。基本的にはこれの繰り返しです。ここでは簡易的にご説明していますので、詳しくは18号プログラムの解説動画をご覧ください。ではまずこのプログラムで特に重要な全身性化負荷の原則についてお話しします。全身性化負荷の原則とは、少しずつ負荷を増やしていくことで体が適応していきトレーニング効果が出るというもので、トレーニングの大原則です。他のすべての項目はこの全身性化負荷の原則、つまりトレーニングの負荷を少しずつ上げていくためにあると言っても過言ではありません。トレーニングの負荷を少しずつ上げていくとトレーニング効果が出ますよ
というのは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、追い込むことに注力しすぎて忘れがちなケースもよく見かけます。また、多くのトレーニング解説動画では、毎回使用重量を伸ばす、セット数を増やす、1レップでも多くやるということが言われますが、実際にどのようにすれば重量を伸ばせるのかを具体的に説明されていないことが多いです。それができれば苦労せんわいというのが正直なところではないでしょうか。実際僕はそう思っていました。気持ちで伸ばすということはもちろん重要ですし、それで伸びるケースもあります。僕の場合も気持ちを入れ直したら重量が伸びたということもありました。ですが、重量が伸びる仕組みというのを理解して、仕組みを理解した上で気持ちを入れるとさらにいいと思います。まず、全身的に増やしていく負荷にはどのようなものがあるかというと、トータルボリューム、重量、レップ数、セット数、緊張化時間、これは TUT と言われます。あとはインターバルといったものがあります。サイクルごとに10レップ、8レップ、5レップのどれか一つでも重量が伸びている。失敗したセットでもレップ数が増えている。例えば前回の10レップセットの時は4セット目と5セット目が7レップになってしまったけれども、今回は4セット目が10レップできた。5セット目も8レップできた。それぞれ3レップ、1レップ伸びたという場合、これがレップ数が伸びているケースですね。あとは前回は5セットしかできなかったけど、今回は6セットできるようになった。こういった変化があるとトータルボリュームが増加します。こういったものが負荷が増えているというような変化ですね。で、このようにレップ数やセット数が増えるというのも全身性過負荷の原則です。もちろん重量が増えるのもこれに該当しますね。で、これらの変化があるとトータルボリュームが結果的に増加します。トータルボリュームというのは重量×レップ数×セット数で計算されます。ですので、こういった重量とレップ数とセット数が増えているかどうかというのは、トータルボリュームが増えていることを確認することで管理することができます。もちろん個々の管理も必要ですけどもね。トータルボリューム、重量×レップ数×セット数をどのように増やしていくのかというところは、後ほどピリオダイゼーションのところでお話しします。次に緊張化時間 TUT というのは筋肉に重さがかかっている時間のことで、これが長いほど負荷が大きくなります。トップポジションからボトムまで下ろしていく時間を長くしたり、ボトムで止めたり、止める時間を長くしたり、ボトムから上げる時間を長くすることでコントロールすることができます。これはフォーム練習込みのプログラム設計で詳しくお話しします。最後にインターバルを短くして負荷を上げる方法です。僕は正直あまりこれはやらないんですけれども、インターバルを5分から4分にすることで、回復しきる前に次のセットに行くということを行うと負荷を上げることができます。僕があまりインターバルを縮めるというのをやらない理由としては、普段から比較的時間に余裕を持って練習ができるということが一つ。インターバルを縮めて負荷を上げるぐらいだったら TUT を長くして丁寧にレップを行うことでフォーム練習を兼ねることもできるので、そちらを優先しているということがあります。僕の動画をご覧いただいている方はご存知かもしれませんが、僕はセットを筋トレではなくフォーム練習だと思って取り組んでいますので、セットは筋肉を鍛えるために行うのではなくて、各レップ帯でのフォーム最適化のために行うという感覚でやっています。フォーム練習の感覚でセットに取り組んでも強制的に筋肉は鍛えられるので、筋肥大もするので問題ないという考え方です。ここまでで全身的に増やしていく負荷の種類というのをご説明させていただきました。問題はこれらの負荷をどのように増やしていくかですよね。いろいろなトレーニング動画、ベンチプレスの解説動画というのを見てきましたけれども、負荷を増やしましょう、重量を増やしましょう、レップ数を増やしましょうという人はたくさんいるんですけれども、どうやって負荷を増やすのか、どうやって重量を伸ばすのか、どうやってレップ数を増やすのかということを説明している動画は多分ほとんどないと思います。結局重量を伸ばせばいい、レップ数を伸ばせばいいというのは誰にでもわかるんですけれども、解決策はわからないままだと思います。
そこでここからは18号プログラムを用いた場合の重量、レップ数、セット数、TUT の伸ばし方をお話しします。まずはピリオダイゼーションです。ピリオダイゼーションとはトレーニングをいくつかの期間に分けて一定期間ごとに重量、レップ数、セット数、それらに応じたトレーニングの目的を変化させることで長期的なパフォーマンスの向上を目的とするトレーニング方法のことです。ピリオダイゼーションは大きく分けると線形ピリオダイゼーションと非線形ピリオダイゼーションに分かれます。線形ピリオダイゼーションは一般的なピリオダイゼーションの方法でセット重量を徐々に上げながらレップ数を徐々に減らしていき結果的にボリュームも減らしていく方法です。低重量高回数から高重量低回数に移行していくというイメージですね。非線形ピリオダイゼーションは線形ピリオダイゼーションとは異なり毎回の練習でトレーニング内容を変える方法です。例えば月曜日は低重量高回数、水曜日は高重量低回数、金曜日は中重量中回数といった感じです。次の週はまた違う組み合わせで行ったりもします。18号プログラムは基本的に線形ピリオダイゼーションを採用しています。一般的に線形ピリオダイゼーションは低重量高回数から高重量低回数に移行していきます。例えば1週目は 1RM70%×10 レップ ×5 セット、2週目は 1RM80%×8 レップ ×5 セット、3週目は 1RM85%×5 レップ ×5 セット、4週目は 1RM90%×3 レップ ×5 セットという感じです。この時、週間のトレーニング計画のことを短期計画、1週間目から4週間目の一塊のことを中期計画、中期計画を複数回行うことを長期計画と言います。セット重量とトータルボリュームをグラフにするとこんな感じになっていて、セット重量は低いところから徐々に高くなっていき、トータルボリュームは徐々に減少していきます。1周が終了したらマックス測定を行い、その重量に従って2周目を実施することが多いです。一般的なピリオダイゼーションを用いたプログラムはこのように各週の重量が決まっていて、決められた期間実施します。18号プログラムは一般的なピリオダイゼーションとは異なり、1週間で重量回数を変更するという方法ではなく、一つのレップ帯を自分の限界まで伸ばしていき、それを短期計画とします。例えば80キロ10レップ5セットからプログラムをスタートして、成功したら次回はプラス 2.5 キロ重量を足すということを繰り返して、10レップ5セットができなくなる重量まで伸ばしていきます。10レップで失敗したら8レップに変更して、成功したらまた次回の練習では重量をプラス 2.5 キロを足し、8レップが失敗するまでこれを繰り返します。8レップで失敗したら5レップに変更して、5レップが上がらなくなるまでこれを繰り返します。この10レップ、8レップ、5レップの流れを中期計画として18号プログラムの1サイクルとします。短期計画と中期計画において練習ごとに 2.5 キロずつ重量が伸びていくことで、1サイクルを通して重量を徐々に増やしていくことになるので、ここに一つの前進的な過負荷が生じます。フォーム練習込みのプログラム設計。この段階で勘のいい方はお気づきかと思いますが、プログラムの開始時点や8レップへの切り替え時、5レップへの切り替え時は体感的な重量が軽くなります。18号プログラムのスタート重量は10レップ5セットがギリギリできる重量から10キロ引いて行うので、3回分は比較的余裕のあるものになります。この時に軽い重量でいいんですかと疑問に思う方も多いですが、それでいいです。この比較的軽い重量で行う期間で何を行うかというと、フォームの調整です。セットをフォーム練習として行うということですね。僕個人の考えとしては、セットは筋トレではなくて常にフォーム練習として捉えてベンチプレスを行っていますが、18号プログラムにおける各レップ帯の移行期は特にフォーム重視で行います。なぜここでフォームの調整をするのかというと、重量が軽くなる直前までというのは、例えばですけれども、10レップで自分の限界重量に挑戦している。
2週目に入る前だったら5レップで自分の限界重量に調整しているので、フォームを意識してセットを行ったとしていても、粘ったりすると多少なりともフォームが崩れているからです。崩れたフォームで練習を続けていると、悪いフォームを反復練習することになり、悪いフォームが定着して怪我をしたり重量が上がらなくなっていきます。悪い反復練習に関する僕の考え方はこちらの動画でお話ししています。僕が常に限界ギリギリの重量で行わないのは、この悪い反復練習、つまり粘ったりしてフォームが崩れてしまった状態でギリギリの重量を持ち続けるので、その悪いフォームが定着してどんどん重量が落ちていくということを懸念しているからです。ここで話すと長くなってしまうので、よろしければ動画をご参照ください。なので、18号プログラムを進めていくと、ギリギリの重量回数を行った後は、自動的にフォームを調整する期間が訪れるということです。このように、各レップ帯で、フォーム重視から重量重視が自動的に切り替わるのが18号プログラムの最大の特徴です。プログラムの設計通りに進めていくと、1サイクルの中で、筋持久力、筋肥大メインの10レップ帯でフォーム練習と重量向上。筋肥大メインの8レップ帯でフォーム練習と重量向上。筋力メインの5レップ帯でフォーム練習と重量向上。という感じで、ベンチプレスのセット練習における必要事項を網羅的に実施することができます。これにトップシングルを加えることで、ベンチプレスの重量アップにつながるほぼ全ての練習を自動的に機械的に行うことができます。トップシングルもマックスマイナス10キロぐらいから始めて、成功したら次回はプラス 2.5 キロずつしていき、失敗したらまた10キロ落としてという風なサイクルを回すことで、トップシングルにおけるフォーム重視から重量重視の練習を行うことができます。このサイクルですね。このサイクルを複数回回すことで長期計画とします。このサイクルというのは機械的に行うというのが非常に大事です。主観というのを入れてしまうと、今自分は筋力メインでやりたいから5レップしかやらないということが起こりがちです。特に10レップというのは嫌いな人が多いです。正直に言うと、僕自身も10レップやった方がいいよと言ってますけれども、好きではないです。はい。3レップとか5レップの方が好きです。けど、必要だからやってます。これが主観とか気分でやってしまうと、5レップに偏ってしまうんですよね。どうしても。僕もそうです。なので、自動的にそれが切り替わるようにしたというのが18号プログラムです。この長期計画ですね。18号プログラムを何周も回していくという上で概念として覚えておいていただきたいのは適応反応です。僕たちの体は刺激に対して適応していくことで組成が変化していきます。ですが、この適応反応にはある程度の時間がかかります。かかる時間は組織によって異なりますが、神経の適応、筋肉の適応、腱の適応、骨の適応など、組織ごとに適応期間が違います。一般的に神経適応は1週間から数週間、筋肉の適応は4週間から12週間、腱は12週以降、骨は6ヶ月以上かかります。なので、筋肉を適応させるためには、最低でも3ヶ月ぐらいは継続的に取り組まないと結果が出ないことが多いです。骨まで適応させようと思うと、半年以上はかかります。もちろんこれは個体差もあります。で、注意していただきたいのは、低レップ帯の神経適応というのは、1週間から数週間ですぐに結果が出るので、自分はこれが合っていると感じやすいということです。ですが、これをずっと続けていても効果が続かないということもよくあるというのは事実としてあると思ってます。なので、どのようなプログラムでも練習でも同じなんですけれども、1ヶ月とかで結果を得ようとしても難しいので、最低でも3ヶ月、できれば6ヶ月以上の計画を立てるっていうのが望ましいです。適応反応というところのお話をしたので、18号プログラムにおける長期サイクルの話に移っていきます。18号プログラムでは、2サイクル目以降に狙うのは、前回サイクルのセットマックスを更新することです。前回、
80キロ ×10 レップ ×5 セットが5セット目で失敗してしまったとしたら、今回は80キロ ×10 レップ ×5 セットの成功を目指します。ここでなぜセットマックスの更新が見込めるかというと、18号プログラムは10レップ帯が終了した後に8レップ、5レップと続き、しばらくの間10レップがお休みになるので、その間に10レップ帯の限界値に適応して、次回は少しだけ重量更新を期待できるという考え方です。こうすると重量の面で全身的に負荷を増やすことができます。何週かこれを繰り返して80キロ10レップ5セットをクリアできない場合は、次のサイクルでは10レップ帯を6セットにしたりして 77.5 キロ ×10 レップ ×6 セットを目指したりもします。こうすることで80キロ ×10 レップ ×5 セットのトータルボリューム、これは 80×10×5 で4000キロになりますけれども、この4000キロ80キロ ×10 レップ ×5 セットだとトータルボリュームは4000キロですが、77.5 キロ ×10 レップ ×6 セットのトータルボリュームというのは4650キロになるので、77.5 キロ ×10 レップ ×6 セットの方が多いんですよね。なのでこうするとトータルボリュームの面で全身的に負荷を増やすことができます。感覚的にはセット数を増やす方が伸ばしやすいと思います。77.5 キロ ×10 レップ ×6 セットでも厳しければ75キロ ×10 レップ ×6 セットでも大丈夫です。そこからはサイクルごとにセット数を7セット、8セットと増やしていって、RM 換算で80キロ10レップ5セットを超えるようになったら、セット数をまた減らして80キロ10レップ5セットに再挑戦するということをするとクリアできるようになったりもします。セット数を増やしていってトータルボリュームで RM 換算値を伸ばしていって体を適応させていくと、今度セット数を減らした時に上げられる重量というのが増えるということになるイメージです。残念ながらここは全ての人に同様に適用できるように一般化できてなくて、個別にメニューを作成して反応を見ながらやっている状況です。正直そこまでの一般化というのは今後もできないと思ってます。この傾向を分析するには数万人規模のデータをサンプリングする必要があると個人的には見積もっているので、おそらく僕個人では不可能ですし、研究機関でも難しいと思います。そこまで大規模だと。はい、ちょっと話がそれましたけれども、このような形でセットマックスというのを伸ばしていくと、一番理想的なグラフとしてはこのような感じになります。青い折れ線グラフがセット重量で、緑の棒グラフがトータルボリュームです。セット重量がサイクルごとに伸びていくことで、徐々にトータルボリュームも切り上がっていきます。もちろんこんなに綺麗にいくことばかりではなくて、10レップは伸びたけど8レップは下がってしまったりとか、8レップと5レップは伸びたけど10レップが伸びないということは頻繁に起こります。これは個々人で反応が全く違います。10レップは伸びるけど5レップが全然伸びない人もいますし、5レップがめちゃくちゃ先行するんだけど10レップが全然伸びないという人もいます。セットマックスが伸びているけどトップシングルが伸びないということも起こります。先ほどもお伝えしましたが、その都度対応策はあるんですけれども、一般化できていないのが現状ではあります。ほぼ間違いないのは、一時的にトップシングルが伸び悩んでいたとしても、セットマックスさえ伸びていれば、いずれはトップシングルは伸びるということです。セット重量だけが伸び続けるということは、まずありえません。はい。このような仕組みの中で、セット重量とレップ数、セット数、それらの掛け合わせであるトータルボリュームを全身的に細かく重量を伸ばしたりセット数を伸ばしたりということを繰り返していくのが18号プログラムの長期計画です。もちろんフォームの最適化も短期計画、中期計画の中で進んでいるということが前提です。このように短期、中期、長期で全身性過負荷の原則に基づきピリオダイゼーションとフォーム修正をしながらプログラムを進めていくと重量を伸ばしていくことができます。はい、ここまでが仕組みの話なんですけれども、ここからは18号プログラムの自由度に関してお話しします。
18号プログラムはコンセプトっていうのはある程度明確にはなっているんですけれども、運用方法の自由度というのは高いです。例えば、レップ帯の自由度、頻度の自由度、種目の自由度といったことが挙げられます。まず、レップ帯の自由度に関してです。18号プログラムは名前の通り10レップ、8レップ、5レップを基本としたプログラムですが、このレップ帯を自由に変更することができます。例えば自分の弱点がハイレップ帯にあると考えるなら12、10、8に変更するのもいいです。場合によっては15、12、10で行うケースもあります。試合前のピーキングとして使う場合は8531に変更するケースもあります。8531に関しては上級者向けというか微調整が結構必要なので、中級者ぐらいまでの方が独断で取り組むっていうことはお勧めしません。はい。次に頻度の自由度です。18号プログラムの基本的な頻度は週3回としています。ですが週5回から7回でも僕を含め運用実績が多数あります。頻度を増やす場合は週間のセット数を一定にして1日あたりのセット数をそこから割り出していきます。週間のセット数を15セットに設定して練習頻度を週5回にする場合は15割る5で3と1日あたりのセット数は3セットというふうになります。週間のセット数というのは体の調子を見て怪我をしない範囲で、ここ超重要です。怪我をしない範囲で1サイクルごとに1セットずつ増やしていくか、重量が伸びなくなってきたら1サイクルごとに1セットずつ増やすといいと思います。メニュー作成では重量が伸びなくなってきたらセット数を増やすという方法を採用しています。18号プログラムは週3回で取り組むとおおよそ1ヶ月周期で実施することになりますが、エブリベンチだと2週間ほどで終了します。当然これも人によります。エブリベンチの場合、先ほどお話しした体の適応サイクルに対して少し早めに次の週が回ってくるということになるんですけども、ここに関しては1サイクルごとに適用するか2サイクルごとに適用するかの違いなので、そこまで気にする必要はないかなというふうに思います。次に種目の自由度です。18号プログラムはパワーフォーム以外にもケツ上げベンチや足上げベンチにも応用が可能です。必要に応じて12、10、8や853にすることでさらにバリエーションを増やすことができます。ただし、この辺はケツ上げとか足上げの習熟度、ご自身のレベルに応じて使い分けてください。さらに言うと、ベンチじゃなくてもオーバーヘッドプレスとかスクワットで行っている方もいらっしゃいます。デッドリフトはあまり聞かないですが、お一人かお二人ぐらいはやってるという声をいただいております。ベンチに関してはメインセットの後に足上げベンチを加えることでトップシングル、メインセット、足上げというのがそれぞれ18号プログラムで進行させていくとバラバラに進行することになって結果的に非線形ピリオダイゼーションのような運用を行うこともできます。1サイクル目はほぼ同時に進行していくんですけれども、サイクルを追うごとにフェーズがどんどんばらけていって、メインセットは10レップセット、足上げは5レップセットとか、その逆が起きたりもします。同じセットの組み合わせが起こる確率というのはどんどん低くなっていきますので、非線形ピリオダイゼーションとして運用していくことができます。このように一定の規則性を維持しながら不規則な刺激を与えていく方法というのは低体打破にはいい方法だと考えています。実際この方法でパワーリフターハリーさんやT さんは210キロオーバーの重量で 2.5 キロから5キロのマックス更新を実現しています。次に心理的な要因です。この心理的な要因というのも意外と大きいかなとは思っています。18号プログラムの心理的な特徴としては以下のようなことが挙げられます。やることが決まっている。自分で決めないことによる一貫性の確保。目標値が多いので達成率が高くモチベーションが維持しやすい。重量が常に上がっていくので楽しい。これらはうつベンチ LINE 公式アカウントでメニュー作成している方から多くいただいたご意見です。まず、やることが決まっているので、日々の練習を気分で決めるということがなくなります。自分の気分でやることを決めるっていうことがなくなると、練習内容に一貫性が生まれます。ここが正直一番大事で、どのような練習内容でも
効果が出るまでには少なくとも3ヶ月は実施することが重要です。ただ、効果が出たら切り上げるっていうのはありですけどね。口述しますが、これができるのであれば、実は練習内容とかプログラムっていうのは何だって良かったりします。次に、目標値が多いので達成率が高く、モチベーションが維持しやすいということです。18号プログラムはトップシングル10レップ、8レップ、5レップのマックス更新を目指します。足上げなども入れるとさらに10レップ、8レップ、5レップのマックス更新が目標値に加わります。なのでトップが伸びていなくても10レップが伸びたり、8レップが伸びたり、5レップが伸びたりするということもあります。そうこうしているうちにトップが他のレップマックスに追いついて伸びたりするので、停滞感というのは比較的低いです。どのサイクルでもマックスを追うことができて、モチベーションが下がりにくいというのが2つ目の心理的な利点です。最後に重量が上がっていくので楽しいということがあります。18号プログラムは10レップのスタート重量から5レップで失敗するまで一貫して重量が上がり続けます。例えば50キロ ×10 レップ ×5 セットからスタートして、練習ごとにプラス 2.5 キロずつ重量を上げていき、80キロ ×5 レップ ×5 セットまでずーっと一貫して重量を上げ続けます。なので、固定のレップ数で毎回ギリギリを狙ってほとんど重量が伸びないという状況に比べて、どんどん重量が重くなっていくので楽しいということが利点として挙げられます。もちろん同じ重量の精度を高めていくっていう練習も必要ですし、毎回ギリギリを追うという練習を短期間行うことも重要ですが、それがモチベーション低下につながる可能性というのも僕は考えています。こういった心理的な要素というのはプログラムを続けていく上で重要な要素です。なぜなら、どんなに優秀なプログラムでも続けられなければ効果を発揮することができないからです。既存のプログラムはプログラムの中盤で設定重量×回数通りにできずにモチベーションが低下してしまうということが起こりがちですが、そこをカバーできるように設計しています。では最後に結局はこれが大事というお話をさせていただきます。それは結局どのプログラムでも伸びるということです。これは一般的に効果があると言われているものですね。例えばグエンプログラムとか531プログラムなどです。こういった定評のあるプログラムというのは結局何をやっても伸びるんですよね。伸びないのはプログラムが原因ではないことが多いです。うつベンチ LINE 公式アカウントへのご質問でも531プログラムは伸びますか？グエンプログラムは伸びますか？ 531 プログラムで伸びませんでした。グエンプログラムで伸びませんでした。というご質問とかご意見を受けます。伸びるかどうかというご質問に関しては伸びますよとお答えしています。実際に僕はそれぞれ5キロずつマックスが伸びましたし、伸びた人が多いからそれらのプログラムは有名なんですよね。ではなぜ伸びないのかということです。ほとんどの場合はプログラムのコンセプトの理解不足です。プログラムの導入時期とかご自身のレベル、重量が伸びる考え方、プログラムの狙いなどですね。導入の時期やレベルが間違っているのもそもそもコンセプトの理解不足です。例えば今マックスが70キロぐらいで非線形ピリオダイゼーションを取り入れているという方って意外といらっしゃるんですけども、そういうのもコンセプトの理解不足だと思います。今の自分に適しているのかどうかというのが判断できていないということですね。それに加えてフォームや練習頻度、練習時間などの要素っていうのが加わってくるんですけども、プログラムの効果に関してはコンセプトの理解というのが一番重要です。18号プログラムのコンセプトはここまでお話しした通りですけれども、その他のプログラムのコンセプトっていうのはそこまで深く語られているものが多くないので、実はあまり分からずに言われた通りにやっているだけなんじゃないかなというふうに僕は感じています。なぜそれやったんですかとかって聞かれると、そういうプログラムだったからですという答えが非常に多いです。簡単にこのグエンプログラムと531プログラムに関しての僕の理解、これは僕の理解ですよ。これをお話しします。例えばグエンプログラムというのは6セット目の 96%1 レップをいかに軽くしていくかということがこのプログラムのコンセプトだと思います。531プログラムは
各フェーズの3セット目のレップマックスをいかに伸ばしていくかというところがこのプログラムの肝だと考えています。これらのコンセプトって詳細に語られることが少ないんですけれども、定評のあるプログラムというのはそこに込められているコンセプト、重量が伸びる仕組み、仕掛けというのが必ず存在します。ちなみに僕は531プログラムに関してはジム・ウェンドラー氏の531プログラムの教材を購入して端から端まで読み込んでプログラムを実施しました。グエンプログラムに関してはグエンさんのブログを端から端まで読んでグエンさんの考え方とか練習への姿勢などを僕なりに理解してからグエンプログラムに取り組みました。そういうところじゃないかなと思います。つまりこれはいいプログラムかと問う前に自分はいいトレーニーかと問うた方がいいということです。18号プログラムに関しても実は特別なことは何一つ言ってないんですよね。普通のことしか言ってないです。10レップ、8レップ、5レップを軽い重量から重い重量に移行しながらやっていって、軽い時はフォーム重視でやりましょうね。重い時はそこそこ追い込みましょうね。ってだけです。何も特別なことは言ってないですよね。けど18号プログラムを取り入れて途端に重量が伸び出す人がいるというのはどういうことかというと、自分の意思とか考えにこだわりが強い、こうしたら強くなるだろうという思い込みが足かせになっているということだと思います。5レップがいい、3レップがいい、10レップがいいという偏った意思が足かせになっているということですね。10レップも8レップも5レップもフォーム練習も追い込みも全部大事なんだから全部やればいい。まずは自分の意思を介入させずに全部やるということが大事だと思います。今回は以上です。このチャンネルではベンチプレスが強くなるための動画をいろいろと出していますので、気になる方はチャンネルに遊びに来てください。18号プログラムの Q&A とか、実際に導入した方の事例も紹介しています。役に立ちそうだなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料や有料で先ほどお話ししたような18号プログラムの個別のカスタマイズだったりフォームチェックもやっていますので、概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。昨年実績ですが3ヶ月以上継続していただいた方のマックス更新率は 90% 以上というふうになっています。YouTube で理解できた知識が実際にできているのか、どうやって改善していくのかという部分を LINE 公式アカウントの方ではご提供しています。ブログでは今日お話しした18号プログラムの計算ツールとか RM 換算の計算ツールなどを置いていますので、こちらはベンチプレス研究所と検索して遊びに来てください。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。